皆さん、こんにちは。こんばんは。ひろしちょうです。今回はテストサーバーにてグレイフォックスの性能を確認してきたので、その内容を解説していきたいと思います。新時代の恩恵武器は一体どんな魔法をかけてくれるのか。それでは行ってみましょう。まずは基本性能から。スキルは中程度の倍率の攻撃に加え、自身の持つ魔力ゲージを消費して、時の魔術状態になる効果。早速新しいワードが出てきました。この魔力ゲージは、グレイフォックスの通常攻撃、または連携スキルによって得られる専用のスタック形式のバフで、最大12個までスタック可能です。時の魔術状態になることで得られる効果は次の通りとなっています。一つは、防衛ダメージアップ。効果量はスキル発動時に消費した魔力ゲージ ×1%。そして、通常攻撃が強力な倍率の攻撃に変化。最後に、特定の攻撃の後に第2スキルを発動可能になる効果。一度の時の魔女発動につき1回のみとなっています。その他の効果は全て突効果によるものなので、この後解説していきます。次に、連携スキルは高倍率の攻撃と発動時に魔力ゲージと武物を獲得する効果。そして、恩恵時は味方全体のステータス以上と行動制限、グレイバイトを解除する効果。獲得できる魔力ゲージは最大の12スタックで、発動した時点でスタックを得られるため、連携を即キャンセルしても、魔力ゲージは問題なく獲得できます。本ゲージには各種でバフを解除でき、これまではブレビーでしか解除できなかったグレイバイト、いわゆる回縮ゲージも解除することができます。また、攻撃の倍率が非常に高く、なんと連携が強力なロズリンとメリルアウンドを超える 4500% となっています。まさかの脳筋連携。ヒーラーとは一体。とはいえ、モーションが多少長いことから、強行では基本キャンセルして魔力ゲージだけもらう使い方になりそうです。続いて、通常攻撃について。スキルによって時の魔術状態になっているかどうかで攻撃倍率と追加効果の内容が変化します。まずは、時の魔術状態でない時の通常攻撃から。標準的な倍率の4段攻撃となっていて、魔力ゲージをヒットのたびに獲得でき、追加効果として命中した敵の攻撃力をダウンする効果があります。次に、時の魔女状態での通常攻撃は高倍率の4段攻撃となっていて、魔力ゲージは獲得できますが、追加効果はありません。また、魔力ゲージが最大の12スタックあるとき、通常攻撃長押しで強力な攻撃、クロノスタシスを発動できます。本ゲージには、付近の仲間が 3.5 秒間に失った HP を回復。それに加えて、回復効果とグレイバイトを含む状態異常を解除します。また、この攻撃を発動すると、第2スキル、フリーズビームが発動可能になります。こちらはスキルとしては標準的な倍率の攻撃となっていて、凍結と味方の HP 回復、そして魔力ゲージを満タンにする効果があります。強行のスキルマーチでは基本使うことはないので、恩恵用となっています。では、次に突効果を見ていきます。グレイフォックスは突効果によって強行のスキルマーチが変わることはありません。1突は、時の魔女状態でグレイフォックスの武器が表になっている間、魔力ゲージを毎秒獲得できる効果。そして、スキル命中時に敵にクロックリバースという効果を付与するようになり、これによって自身の HP を12秒の間、毎秒回復できます。3突はスキル発動後、自身の周囲に毎秒ダメージが発生する効果。そして、本ゲージには魔力ゲージ最大でスキルを使うと、味方の最終ダメージが 25% アップし、クロックリバースを付与された敵の会心耐性が下がるようになる効果があります。5突は自身の回復効果が上昇し、魔力ゲージを12スタック消費するごとに、即死回避効果を持つ免除特権を1スタック獲得できるようになります。免除特権は4スタックまで可能で、本ゲージには味方にも付与が可能です。半突はスキル使用時の氷ダメージアップは消費した魔力ゲージ ×2.5% になる効果。そして、ブロックリバース終了時に発動から終了までに与えたダメージの半分を与える効果。1突はクロノスタシスの発動を保持する効果となっていて、無突だと通常攻撃を6回当てないといけないところを、この効果によって4回、つまり通常攻撃1セットで良くなり、本形でクロノスタシスを連打するのが容易になります。毎秒 HP 回復は地味ながら嬉しい効果ですね。
3突は物理ノーラのようなスキル発動後に自動でダメージが発生するようになる効果。倍率もノーラより高く、実質スキル1回で 23,250% のダメージが追加で発生するようになります。こうしてみるとシンプルに強いですね。また、本形時には最終ダメージアップと配信耐性ダウンが発動するため、強行、本形ともに重要な突効果と言えるでしょう。5突は回復量上昇とスタック可能な即死回避効果。即死回避の回復量が最大 HP の 15% なので、放射線などには弱いですが、あって困るものではないのと、スタック形式なので、ある程度は継続的なダメージにも強いのは良いですね。本形共鳴時には味方にもスタックが可能で、スタックを貯めること自体もそこまでハードルが高いわけではないので、生存能力の向上には一役買ってくれそうです。貫突はスキル使用時の氷ダメージアップが魔力ゲージのスタック数 ×1% から 2.5% に上昇し、ブロックリバースに追加ダメージが発生するようになる効果。氷ダメージアップは実質 18% 効果量が上がり、ブロックリバースによる追加ダメージは実質ダメージが 1.5 倍になる効果と言えます。ここまで火力に関する効果が少なかった分、貫突で一気に火力が上昇しそうな効果を持ってきました。総合すると、強行向けの効果は3突と貫突。本形向けの効果は1突と3突と5突となっています。と、ここまで解説した内容に加えて、運営に貫突の使用について質問をした結果、次のことが追加で分かりました。まず、貫突の効果は、チームに味方が与えたダメージも敵の被ダメージに換算されること。そして、ブロックリバースの付与による追加ダメージは、ロールに関係なく発動すること。最後に、ブロックリバース付与による追加ダメージは、グレイフォックスを所持しているプレイヤーが付与したブロックリバースの数だけ発動すること。これらを簡単にまとめると、4人チームで全員がグレイフォックスを所持し、仮に全員が同時に同じ敵に対してブロックリバースを付与した場合、12秒後に4人分の追加ダメージが発生するということになります。すごく雑に説明すると、この場合、ブロックリバース付与後の12秒間に与えたダメージが3倍になったと考えることができます。攻撃力による天井があるため、実際にはもっと低くなると想像できますが、それにしても本形や後期で与えられる追加ダメージとしては比較の数値になりそうです。現状のテストサーバーではぶっ壊れとまではいかない。どちらかというと適正な性能だという意見もあるため、このままの性能での実装も十分あり得そうなので、私としては期待大です。続いてポジション効果を見ていきます。2セット効果は本形以外では多い攻撃力アップ。本形では全攻撃力アップ。そして回復効果アップと戦闘開始時に連携スキル1回分のエナジーを獲得する効果。4セットは連携スキル発動で最終ダメージがアップする効果。本形以外では追加で氷ダメージがアップ。本形時には味方の会心率と配信ダメージをアップする効果。2セットは使いやすい攻撃力アップに加え、おなじみになってきた連携エネルギー獲得。グレイボックスは連携をキャンセルしますが、その際魔力ゲージを獲得できるため、自身の武器に合った効果と言えます。4セットは連携発動時に最終ダメージアップと表明ごとの追加効果。こちらも連携キャンセルで問題なく発動し、本形時には貴重な会心率アップが発動します。従来のサポーターにはなかったタイプのバグであることと、本形向けの効果は無突4セットでも最大限得られるのが嬉しいですね。続いてアバター特性。こちらは完全に本形向けの効果となっており、いつもの最終ダメージに加えて、本形時には魔力ゲージが最大でスキルを発動することで、味方全体の最終ダメージをアップする効果。効果量はブレディよりも大きいため、今後の王権はグレイフォックス武器を装備した場合には、こちらの特性を優先して採用することになりそうです。それでは、ここまでの内容を強行、本形、それぞれでまとめて見ていきます。どちらも貫突の場合を想定しています。まず、強行では、ロズリ、ノーラとの組み合わせで最大のパフォーマンスを発揮するでしょう。ノーラスキル使用後、グレイフォックスの連携をキャンセル。そして魔力ゲージを12スタック獲得し、スキルによって時の魔女状態に入り、敵にクロックリバースを付与。氷ダメージアップを 30% 獲得し、毎秒自動ダメージが発生するようになります。
その後は物理のスキル回しを行い、ノーラのスキルクールダウン中はグレイフォックスの強化通常攻撃でダメージを稼ぎます。強化通常攻撃の倍率が高いことから、バフ役兼サブアタッカーとしての運用となりそうです。私がテストサーバーで測ったサボテンの結果はこちら。武器3突、貫突、そしてポリション貫突での伸び幅が非常に大きく、最上位勢は私の氷編成の 1.3 倍くらいの火力が出るので、最大値は 20G 程度になりそうです。旧編成と比べると火力を更新するためには武器貫突が必須となりそうなので、恩恵で使うかどうかを念頭に入れて考える必要がありそうです。続いて、恩恵では連携キャンセルからのスキル使用で味方にバフを付与し、通常攻撃4段からのクロノスタシスを繰り返すことで、味方を回復しながら特殊回避のスタッツを貯めることが可能です。バフ量は突効果とポリション4セットに依存していますが、スキル1回で30秒間の最終ダメージアップと配信関係のバフを負けるのは非常に優秀ですね。ポリションは無突4セットでいいことと、バフは3突、即死回避は5突と、貫突よりはハードルは低いので、強行よりはお財布に優しいのが嬉しいですね。それでは最後に実際のサボテン殴りの様子をお届けする前に締めの挨拶とさせていただきます。ここまでのご視聴ありがとうございました。今回はテストサーバーでのグレイフォックスの性能を確認、解説していきましたが、いかがだったでしょうか？新時代の恩恵らしいバフやギミックを持ったビジュアル最高の彼女の実装が待ち遠しいですね。今回は性能の解説に留めましたが、実装時には他の恩恵武器との比較なども交えて解説をしていくので、ぜひ引くかどうかの参考にしていってください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。お相手はひろしちょうでした。バイバイ。はぁ？それ。それ。やっ。それ。それ。やっ。承知いたしました。